写真は洋上を進む一隻の戦艦。 AI で色を入れてみる。その名は霧島。混合型戦艦の4番艦であり、速力30ノットを誇る高速戦艦だった。その速さゆえに霧島は空母機動部隊とともに真珠湾から各地を駆け回った。そして昭和17年11月、ガダルカナルの海、霧島は太平洋では稀な戦艦同士の砲撃戦に挑む。ではアメリカの新鋭戦艦。だが闇の中にはもう一隻姿を隠したペ戦艦がいた。その艦のレーダー射撃の前に霧島はわずか7分でめった打ちにされる。日本の戦艦でただ一隻、敵戦艦の手法によって沈められた艦、それが霧島だった。今日はその高速戦艦霧島の生涯をカラー化した写真とともに辿ってみよう。最後まで見ればレーダーが戦艦の時代をどう終わらせたかが見えてくる。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。若き日の霧島。 AI で当時の色を蘇らせてみる。霧島は混合型戦艦の4番艦として生まれた。竣工したのは1915年。第一次世界大戦の頃という古い艦だ。この混合型はもともと戦艦ではなく巡洋戦艦として設計されていた。巡洋戦艦とは装甲を少し薄くする代わりに速く走れるようにした軍艦のことだ。主砲は 35.6 センチ砲を8門。そして何より速かった。多くの戦艦が20ノット台の中で、混合型は30ノットに迫る快速を誇った。この速さこそが後に霧島の運命を大きく左右することになる。建造中の霧島。霧島が作られたのは三菱長崎造船所、後に戦艦武蔵を生むあの造船所だ。工事は1912年に始まった。翌1913年に進水し、1915年に完成する。混合型の一番艦混合だけは技術を学ぶためイギリスで作られた。だが二番艦以降はその技術をもとに日本の造船所で建造された。霧島は日本が自らの手で作り上げた高速戦艦の一隻だったのだ。こうして生まれた霧島は長い現役生活を歩み始める。生まれ変わった霧島。昭和の初め、霧島は2度の大掛かりな改装を受けた。古い機関を新しいものに積み替え、環境は高く積み上げられた。天守閣のような背の高い環境。この改装で霧島の速力はさらに上がった。30ノットを超える快速。もはや巡洋戦艦ではなく高速戦艦と呼ばれるようになった。そしてこの頃、海の戦いの主役は戦艦から空母へと移りつつあった。空母は30ノットの速さで走る。鈍い戦艦ではその足についていけない。だが霧島は違った。高速戦艦霧島は空母と共に走れる数少ない戦艦だったのだ。突撃前の艦隊 AI で色をつけてみる。昭和16年11月、北の一カップ湾南雲中一中将の機動部隊が密かに集結していた。赤荷、加賀をはじめとする6隻の空母。その空母たちを守る役目として高速戦艦霧島の姿があった。昭和16年12月8日、真珠湾攻撃。霧島は空母機動部隊の一員としてハワイ沖まで進出した。戦艦でありながらその巨砲を撃つことはない。空母の盾となり瞬足でついていく。それが霧島に与えられた新しい役目だった。
並んで進む霧島と空母赤城。真珠湾の後、霧島は機動部隊と共に休む間もなく転戦した。南のインド洋ではイギリス艦隊を追った。昭和17年6月のミッドウェー海戦では空母の護衛についた。高速戦艦霧島はどこへでも機動部隊と共に現れた。まさに艦隊の快速の護衛役。だがミッドウェーで日本は主力空母4隻を一度に失う。守るべき空母を失った霧島の巨砲にいよいよ出番が守ってくる。その戦場は南太平洋の小さな島ガダルカナルだった。海を行く霧島。昭和17年の後半、日本とアメリカはガダルカナル島を激しく奪い合っていた。島にはアメリカ軍の飛行場があった。この飛行場から飛び立つ敵機が日本軍を苦しめていたのだ。そこで日本海軍は戦艦の巨砲でこの飛行場を叩こうとした。11月12日の夜、霧島は姉妹艦の比叡と共に飛行場へ突入する。だが待ち受けていたアメリカ艦隊と至近距離の対乱戦になった。この夜、比叡は集中砲火を浴び、舵を破壊されて動けなくなる。そして翌日、比叡は沈んだ。日本が最初に失った戦艦だった霧島は一時退いたが、この借りを必ず返すつもりだった。この人物が近藤信武中将。比叡を失った2日後、日本海軍はもう一度飛行場の砲撃に挑む。指揮を取ったのは近藤信武中将。その中核となる戦艦が霧島だった。11月14日の夜、近藤の艦隊はガダルカナルへと北上していく。霧島の他に従順洋艦の愛宕、高尾、そして駆逐艦がこれに続いた。近藤は前の夜のように飛行場を焼き払うつもりだった。アメリカ艦隊はもう出てこないだろう、そう考えていた。だがその読みは大きく外れていた。一隻のアメリカ戦艦。 AI で色を入れてみる。アメリカ軍はこの夜切り札を用意していた。新鋭の戦艦2隻、ワシントンとサウスダコタ。指揮を取るのはリー少将。太平洋で戦艦同士が主砲を撃ち合う、そんな戦いはほとんど例がなかった。11月15日の未明、両軍はついに接触する。まず動いたのは近藤の艦隊だった。ところがここでアメリカ側に思わぬ不運が起きる。戦艦サウスダコタの電気系統が突然故障したのだ。暗闇の中でサウスダコタはその巨体をさらけ出してしまう。夜の海を進む霧島たち。故障で立ち往生したサウスダコタを日本艦隊は見逃さなかった。単小刀が一斉にその巨体を照らし出す。霧島の 35.6 センチ砲が火を吹いた。従順洋艦も一斉に砲撃を加える。無数の砲弾がサウスダコタに命中した。アメリカの新鋭戦艦はたちまち傷だらけとなり、戦場から離れていく。日本側は勝利を確信した。サウスダコタを追い払い、あとは飛行場を叩くだけだ。だがこの瞬間こそが霧島にとって最も危険な時だった。日本艦隊は単小灯の光で自らの位置を闇にさらけ出していたのだ。一隻のアメリカ戦艦ワシントン。 AI で色を蘇らせてみる。闇の中にもう一隻の米戦艦が身を潜めていた。戦艦ワシントン。日本艦隊はこの艦の存在に全く気づいていなかった。だがワシントンはレーダーで霧島の位置を正確に捉えていた。暗闇の中でも電波は敵を見つけ出す。日本側が単小灯の光を頼りに戦っていた。その時、ワシントンはレーダーだけで狙いを定めていた。そして一斉射撃が始まった。わずか7分の間にワシントンの巨弾が
霧島に9発命中する。さらに無数の副砲弾が降り注いだ。霧島は見えない敵に撃たれ、火の海と化していった。霧島の艦長、岩渕三次大佐。ワシントンの砲弾は霧島の舵を打ち砕いた。気足を失った霧島はぐるぐると円を描くばかりで思うように動けない。艦内では大火災が燃え広がった。もはや戦える状態ではなかった。11月15日の未明、乗員は艦を捨てた。そして霧島はサボ島の近くで自ら海に沈められた。艦長の岩渕三次は生き延びた。戦死した乗員はおよそ212名。こうして霧島は日本の戦艦でただ一隻、敵の戦艦の手法によって沈められた艦となった。見えない敵のレーダーが高速戦艦の巨砲を過去のものにした夜だった。戦艦霧島の生涯を振り返ってみよう。霧島は1915年に生まれた混合型の高速戦艦だった。その速さゆえに鈍い戦艦たちが一線を退く中で空母機動部隊と共に走り続けた。真珠湾からインド洋、ミッドウェーまで霧島は各地を駆け回った。だが守るべき空母を失うと、その巨砲を携えてガダルカナルの夜へと向かう。そこで待っていたのが太平洋では稀な戦艦同士の砲撃戦だった。霧島は米戦艦サウスダコタを傷つけた。だが闇に潜んだもう一隻の米戦艦ワシントン。そのレーダー射撃の前に霧島はわずか7分でめった打ちにされた。見えない敵に撃たれ、霧島は火の海と化した。姉妹艦の比叡に続き、霧島もガダルカナルの海に消えた。日本の戦艦でただ一隻、敵戦艦の砲撃で沈んだ艦として、この夜を境に戦いの姿は変わっていく。目に見える光ではなく、目に見えない電波が勝敗を決める時代へ。カラーで蘇った写真の中で、霧島は確かにあの海を走っていた。あなたはこの霧島の最後をどう感じただろうか。ぜひコメントで聞かせてほしい。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。